主人が亡くなった時点で私はもうやる気なかったんです。長男がねサラリーマン辞めて手伝うからやろうって言ってくれたのが、じゃあもう一回やろうかなって思わせてくれたきっかけかな。パスタすったてうどん大盛りのマーク盛りになってます。はい。うどん好きであちこち行くんですけどね、一番美味しいかもしれない。固めじゃないと武蔵野うどんとは言えないですよね。うまい。だしも美味しいし、コシがすごい。お待たせしちゃってすいませんでした。ありがとうございます。やっぱり真心はこもりますよね。美味しいっていう声をいただけるのが一番のやりがいなので、こんだけ頑張る価値がありますよね。またお願いします。ありがとうございます。朝一で来て出汁を取って厚削りのかつおベースで、あとはいろいろブレンドしてるんですけど、約1時間沸騰しない程度でじっくりと出汁は取ってますね。父の頃からの返しです。継ぎ足し継ぎ足しで。兄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝一で来てうどんの生地を作って、で僕は僕で出汁を取ってつゆ作りをしてます。まあそういう分担で今朝のもう6時前とかには来てやってます。朝早いね。今日だって5時40分ぐらいにはもうお店にいたから。いつぐらいからお二人はこのお店をメインでやられるようになったんですか？弟は10年前？もう僕は10年ちょっとになりますね。学生を終えてすぐもうここで父と母と一緒に、父がね怪我しちゃったんですよ。学生だったんですけど、ちょうど夏休み期間っていうのがあって、とりあえず来いと、きっかけがそれですね。それが多分なかったらやってなかったと思います。今5年目かな。父が亡くなったタイミングでじゃあ一緒にやろうってことで、そう僕もここに入って。30年もやってんの嘘みたい。主人が亡くなった時点で私はもうやる気なかったんです。もう無理だなって。長男がね自分がサラリーマン辞めて手伝うからやろうって言ってくれたのが、じゃあもう一回やろうかなって思わせてくれたきっかけかな。長男なんかずーっと野球漬けだから、もう小学校の時からもうずーっと野球しかやってなかったからどうなっちゃうんだろうって思ったけどちゃんとやってるからびっくりしちゃうね。武蔵野うどんになるんです。そうです、武蔵野
どん。太麺なんですね。そうですね、太めですね。特徴の一つであるかもしれない。埼玉県産の何種類かブレンドして作ってます。でうちは特に地粉など、あと全粒粉とかも入ってるんで、胚芽っぽい、グレーっぽい、真っ白ではないんですよ。すごい体にいいんですよ、全粒粉。当時父が入れ始めた時はそういうところまずなくて、やっぱ父はそれを入れると香りが良くなったら入れたいってことで入れ始めたんですよね。お父さんってどういう方でした？自分は怖い子供の時から怒られてる方で、ずっと野球だったんで、親父が打ってるところとかあんま見たことなくて、やってみてこんな大変なこと毎日やってたんだって初めて知りましたよ。父はもうカリスマ性の職人ですよ。だから父に習いたいっていうお弟子さんもいっぱいいましたし、お客さんも父に会いに来るっていう感じで。怖いけど僕のね友達なんかにはすごい人気者でしたよ。すごい面白い人だったかな。亡くなったご主人のお話をお二人から聞いたんですけど、人気者だったって聞きましたけど。はい、ひょうきんな人だから本当に人気者だったよね。女の子にはモテたし私はさ4時に切れるようにしてあるの。でそれやめたの。でもね、4時は3時だ。でもね、やめて4時に切るんだけど、お昼までつけとこうと思った中でうまくできない。それね、すったての材料です。この川島町の郷土料理の一つで、夏場に食べられるものなんですけど、5月から9月いっぱい。あとみょうがときゅうりと大葉とをチャ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 って切って、で合わせてあえて。これはちょっと色濃いね。これが800ぐらいある。このみょうがを切るのがすごい包丁名人だもう15年です。これね、これまで洗ってる。うちは炙ってます。じっくり炙って油を出すんだけど、それによっておつゆの中に入れて煮るときにね、煮る時間が少なくて済むんですよ。で煮れば煮るほど硬くなるから、なるべく早く仕上げるためにこの脂身のところを少なくしとくのでね、なるべく時間をかけてゆっくり油がちょっとずつ出てくるんですね。出てくるこの油は料理に使います。鴨汁の中にこの油をちょっと入れてあげると鴨の風味が増すんです。必ずネギをね焼いてるんです。焼きネギ、おつゆの中に、あったかいおつゆの中に入れるネギをね、片面だけね、片面だけ焼くのは噛んだ時にコリコリってするから、両面焼いちゃうとしなっとしちゃうの。わざと片面だけ。冷やしたぬきうどんって唯一の天ぷらの商品があるんだけど、それに使う一番玉ねぎの中心部分の甘いところ、美味しいんだよ、この天ぷらにするとよくしょ。粗めにすったザクザクとした大根おろし。
まるでご飯のように温かいつけ汁、肉汁、きのこ、田舎汁に薬味としてつけるんです。毎日おろすんで、結構もう本当に新鮮だし美味しいですよ。食品衛生の優秀なところにしか表彰されないみたいお掃除好きの人ばっかりなんで助かります。な、どこ見られても恥ずかしくないようには常に心がけてはいるんですけど、上からバケツで水かけてくださいってどういうことですか？いや、そうすれば生き返るからまた行ってきます。すごい並ぶんって聞きましたけど、まあ平均して9時半なんですけど、早い人は9時頃来る場合もあります。とりあえずきれいしてはいいつぐらいから通ってるんですか？ 1年前ぐらいですかね。うちの嫁が好きで、コシとやっぱ美味しいですもんね。うどん好きであちこち行くんですけどね、一番美味しいかもしれない。チャレンジメニューです。まあこんだけ大食い YouTuber の方とかがチャレンジして皆さん食べてっちゃったんですけど、ご注文以上で大丈夫ですか？揚げ餅。あと揚げ餅。はい、おすすめです。ありがとうございます。すった冷や中も天です。しっかりこうしたらいい。
ざるちょうだい2つ。麺を締めるところなんですけど、氷が張ってて周りに常にずっとキンキンに冷えてます。じゃあいいよー。やっていい。よっ。はいよ。はい、お待たせしました美味しかったです。美味しかった。コシがあってね、美味しいですね。やっぱり固めじゃないと武蔵野うどんとははい、言えそうないですよですね。ね。美味しかったです。美味しかったですね。美味しかったですよね。吸ったて良かったですね。埼玉県の B 級グルメで、川島町ですったてを出してそれが優勝したんですけど、吸ったてうどん大盛りの幕盛りになってます。ごゆっくりどうぞ。先週も食べました。先週。釜茹でなんですね。そうなんですよ。父からずっとこれだったんで、もうこのやり方しか知らない。父からのものなんで大事にこのままでやってます。
いいや。じゃあいっちゃってそれ。はい、お待たせしました。こう難しいのパラパラにするの。もうちょっと。そうだね。ありがとう。お待たせしました。こちら冷やした水牛の中盛りになります。うちのメニューにもあるね、鬼おろしうどんって。今の時期はすごい出ますね、やっぱり。さっぱりしてます。水分が出ないんですよ、粗く削るから。大根そのものの噛んで甘みが出るんで、すごくおすすめなんですよね。はい、お待たせしました。もうすっごい粗いですこれ。美味しい。美味しい。300いってんのかな。お持ちですからね、取ってください。はい。お待たせしました。失礼します。冷やしゃぬ系団の特盛りになります。お餅もつゆにつけてお召し上がりください。想像以上でした想像以上やばい。お待たせしました。それはないね。やばすぎる。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。はい、じゃあ上がります。次の冷やしもいいね。いいよ。めちゃくちゃ冷たいんです。いいごめん。はいよ。お願いね。はい。冷やし。はい、お待たせしました。お待たせしました。結構だよ、もう10年以上だね。10年以上、親父もだからいい男でさ、腰が低くて、あの人が店を作ったんだからね。お土産なんか俺も奥さんがうどん好きだから買ってくのね、すぐ名前を覚えてさ、商売上手だったよね。
お気をつけてお持ちください。いらっしゃいませ。来ました。はい、肉決まり。肉汁うどんの中盛りのお客様、失礼します。切り落とし。一番端っこの耳の部分、おまけっていうか当たり、これあると結構お客さん喜んでくれるんで、大体10人に1人当たるかなぐらい。じゃあいただきます。いただきます。うまい。ネギもほら焼いてあって。切り落とし。広くてうまいねこれ。味噌がうまいんじゃない？そう。八丁味噌でしょ。うまいんだこれ。本当は冬場食べるんだよね。好きだから夏でも食べちゃう。その後冷や中にすった。はいじゃあすった。はいよ。大盛りの野菜増し。あります。はい、お願いします。ありがとうございます。お待たせしました。すったてうどん大盛りの野菜増しになります。本当すったてうどん中盛りの野菜増しです。ぜひどうぞ。だしも美味しいし、コシがすごい。おまけもついてる。すごいね。シャキシャキして美味しいですよ。おうどんが美味しいのと、すったて大好きなのと。すったてすごい出ますね。やっぱ一番人気ですね今の時期。特に今日暑いからすったてみたいにさっぱりね食べたいんでしょうね。冷凍の方も家で普通に食べても全然同じ味、それ目指してきたんですけど冷凍は今日なくて、今日は冷やしたぬきうどんと、すったてうどん美味しかったでしょ。冷凍リベンジもしたいどうもありがとうございました。また来てくださいね。またはい、入りましょう。はい、入ります。はい、お待たせしました。いらっしゃいませ。手さり冷やし渡して。手さり次冷やしにすったりゃん。はい、すった。はい、お願い。はい、冷やしいいですか？はい、お待たせしました。お待たせしました。はい、行くよお待たせしました。聞いてなかった。はい、行くよ。はい。少し飛び跳ねます。美味しそう。お味噌がすごく美味しいんですよ。なので来たら絶対夏でもこれで。こんな感じかな。これ増しなんですよ。野菜増しなんです。これ1個が2個になってるんですね。夏はこれです。通っちゃう理由は美味しいからですよ。これなかなかこういうのつったてないですもんね。食べさせてもらって。この間もすごい混んでた時やったんで、休みの日、休みの日は思ったんだけど。
かったです。店員さんもすごいいい人ばっかりなの。イケメン2人の兄弟で。そうまた来ます。それ入れての。はい。うちはね、時間じゃなくて触って判断してるんです。茹だってるかどうかを。最初はもう8チンって言いながらやってたんですけど、今はもう騒がないでできるようになりました。慣れです、慣れ。いらっしゃいませ。卵大盛り。大盛り。はい、じゃあ今日炙り。はい、カモン行くよ。まゆみさん。なあ、3枚目3枚目。はい、スッチュ。お待たせしちゃってすいませんでした。ありがとうございます。お近くですか？あ、東京から。遠くからありがとうございます。またお願いします。遠いところからいろんなそう来てくれるんです。ありがたいことに。なるべくね、僕が空いてる時は絶対行こうとは思ってますね。やっぱり一人一人にちゃんとお礼と話もしたいですし。またお願いします。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。どういうところが通っちゃうポイント？全部が美味しいところとスタッフの笑顔がなかなかいいところです。お母さんと2人がいい感じですね。お人柄がね。ありがとうございます。暑い中お待たせしちゃってすいませんでした。ありがとうございます。私1個ずつ持ってっていいよね。はい、また来てね。いつもありがとうございます。すいません。はい。
しました。秋だな。やっぱり真心はこもりますよね。やっぱりすごい大変なんです。朝からやっぱ肉体労働で美味しいっていう声をいただけるのが一番のやりがいなので、こんだけ頑張る価値がありますよね。瀬川さんが創業なんですか？いや、3代目です。あ、3代目なんですか？何年ぐらいやられてるんですか？これが18からだから、今53とかだから30。奥さんと一緒に回されてるんですか？そう。奥さんともう一人アルバイトの男の子。ブレンドしてやってんだけど。これで今何人前ぐらいですか？40人、50人かな。お昼でなくなっちゃうときはなくなっちゃうし。みんなもうね、子育てもいろいろな。そうですね。
ちょこちょこっともやって飯食って、寝たりぼーっとして。今日は僕に合わせてしていただいた感じですか？まあ僕に合わせてとかやることないから、あんまり早く呼んだって。ほら。なるほど。全然5時に待ち合わせしたって30分で終わっちゃってどうするの？そういうことですね。ありがとうございます。横須賀から出たことないです。あ、そうなんです。じゃあ旦那さんと幼馴染。高校の同級生。そうなんですか。そっからね、10年ぐらい会わなかったかな。そう、社会人になってから。なんだろうね、人の縁って。結婚はもう25年経ったかな。大変だった時期とかありますか？ずっと大変。おじい様が創業されたんですおばあさん。おばあ様なんですね。なんか岬にいたみたい、おばあ様。あ、そうなんですね。岬で喫茶店みたいなのを出て、でこっちに出てきたみたいですよ。だから名前が岬から来てるから岬庵っていう風になってるとは聞いたことあります。そば茶飲みますか？いただきました。どこの鶏肉なんですか？これなんか銘柄鶏で、やっぱちょっと一味違うから、秋山翔吾。お、そうなんですか。あの子が働いてたから。引退した後にほんのちょっとの期間だけ。そうなんですね。だからドラフトの日なの、発表の日やから大変だと。だってそこで。冷水器が壊れちゃってね、そばを締める、それ100万円もするっていうから、それで冷やして。
肉の天ざるで肉ざる1枚、大の冷やのなめこ1杯で単品のおろし1つ、天丼1杯、よく来られるんですか？あ、はい、時々。そうなんです。おすすめのメニューなんかあるんですか？本当は天ぷらがおすすめです。今日は寒いので。ありがとうございます。
出るでしょ。出ます。肉店。天ざるに肉ざる。はい、もう一回くらいいっぱい。ありがとうございます。動きに無駄ないですね。そんなことない、そんなことない。なんか気をつけてることとかあるんですか。早くやる。もたもたしない。伸びちゃうから。じゃあカツ丼セット2つで2つとも冷たいのです。今日何頼まれたんですか。カツ丼そばセット美味しかったし、ボリュームがすごいからもうお腹いっぱい、大満足。
はいごちそうさまでした。好きな弁当セット1杯。はい、すみません。お疲れ様です。はい、お待たせしました。3番目どうぞ。じゃあすみません、お待ちどうさまです。はい、すみません。ありがとうございます。いきまーす。イカと肉で天ざる2枚、つけ根野菜セット1杯。セット1杯。いらっしゃいませ。あ、ごめんね。あったかい天丼セットですね。はい、お待たせしました。熱いね、気をつけてください。いらっしゃいませ。どうぞお待ちください。
方どちらですか？肉天ざるどちら？はい。はい、すみません、お待ちどうさま。はい、ごめんなさい。いただきます。会話もなくなるっていう。3回目ぐらい。2回目、2回目。まあ美味しくてボリュームあって、ボリューム確かに見た目も綺麗で。ですね。冷たいので、はい。肉天ざる、おそばでいいです。はい。はい。肉ざるに冷やのまかないセット。少ないかまかないのですかね。お待ちどうさまです。肉天ざるですね。お待たせしました。だから得意ですよ。だからそこを立体的に積極してるんだよ。全部で2キロです。言われてるんだ。久しぶりに来た。隣のビルでお店やってたの。よくその頃は。30年ぐらい前。そうなんですね。いらっしゃいませ。美味しいしボリュームもすごいなんか小鉢いっぱいついてるのがいい。お蕎麦が美味しい。
はい、お待ちどおさま。天ざるの方はどちらでしょう。はい、じゃあ、なすびそば先おかけてくださいね。
ャイのイカ天ぷら1杯。どうぞいらっしゃいませ。これ 2.8 坪ぎゅうぎゅうですね。どうもありがとうございます。どうもです。はいどうぞ。350円。どうも。手足僕難病で不自由なんです実は。最悪に3年で寝たきりで店なんか一生建てないって言われたんですけど奇跡だって。肉そばお願いします。はい、肉そばで。
どうぞいらっしゃいませ。はいどうぞどうぞ。ダブルの肉そば、卵は温泉で。肉のダブル、卵は生。熱いですから気をつけてください。卵は生、温泉。はいすいません、ちょうどお預かりします。どうぞいらっしゃいませ。ありがとう。どうです。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ラン店は大盛りやってないんですよ。麺の大盛りおかわりという形で2杯目を割引してまたメニューから選び直す形。全部350円。350円です、お肉は少ない形ミニからスタート。普通が食べたいんですよって言ったらプラス50円っていうような形でやってます。はい、勝ちました。どうぞお待たせしました。肉丼ありがとうございます。少々お待ちくださいね。はいどうぞありがとうございます。そうです。はいちょうどお預かりします。天ぷらうどんありがとうございます。卵朝サービスになります。生卵でいたしました。どうもありがとうございます。そうです。ありがとうございます。はいどうぞありがとうございます。はいすいません。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。どうも。はいどうぞ。どうもありがとうございます。350円。どうもちょうどお預かりします。ごゆっくりどうぞ。どうもありがとうございます。そうです。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。はいどうぞありがとうございます。はい500円のお返しです。はいどうぞ。はいどうぞありがとうございます。どうもです。はいどうもちょうどお預かりします。結構荒れるって言ってました。卵は生温泉どちらに。おそうでありがとうございます。
おはようございます。いらっしゃいませ。少々お待ちくださいね。今一番挨拶しかなくて大丈夫ですよ。ダブルの肉そば、卵は温泉で。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、ありがとうございます。ちょっと失礼します。肉のダブル、卵は生、温泉、どちら食べられたのは、肉そばのダブル、美味しかったです。僕も今日初めて来たんですけど、結構その東京のそばってその味が濃いものが結構多い中で、ここすごいあっさりして朝にもすごい食べやすいなと思ってすごい良かったです。すみません、ありがとうございます。どうぞ、おはようございます。坪数っていうこれ 2.8 坪かな。車1台入んないですもんね。大晦日とか忙しいから2人入りますけど、ぎゅうぎゅうですね。最初2人で始めたんですけど、蕎麦屋をやろうとか思ってなかったんで、場所を見て商売決めようと思って、そんで相棒の方が住んでたのが椎名町の方なんで見に来て、駅前で何やるっていうじーって考えて、勝ちそば中見たらあまりにも狭いから、ここでできるって話になったら、相棒の方は逆にその時建築の仕事とかそういうのもやってたんで、いやギリギリできるよ、 4,5 人かなみたいな、ああ回転しないとなーなんて言って、あとは全部業者さんの協力ですね。肉屋さんは肉屋さんでうちの調合で豚肉やってくれてるし、いろんなとこが協力してくれてますよ。どうも、ありがとうございます。どうもです。おめでとう。どうもです。ありがとうございます。卵は生、温泉、どちらにいたしますか？温泉で、ありがとうございます。ちょっと失礼しますね。端から端まで全部使うようになってるんですよ。温泉卵で600円ですね。はい、どうぞ、割りちょうどお預かりします。麺のつゆで伸ばして作ってるんで辛くはしてないです。辛くするの七味でやってください。そしたら美味しい、もっと美味しい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。450円ですね。どうもです。あれはちょうど5月いっぱいぐらいで終わっちゃうんで、冷やしの工程がここでやらないとできないんで、うちは。まあ夏も出るんでしょうけどね、カレーは。この中が2、3度高くなっちゃうんですよ、温度が。真夏の体も考えて。冷やしと交代でカレーがなくなって、冷やしが終わると今度また。はい、どうぞ。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。卵は生、温泉、どちらに？温泉。はい、どうぞ。それにちょっと肉入れてあげますか。めっちゃうまいです。いいんですか、そんな。僕は大好物。ありがとうございます。はい。わさびと生姜は生姜で。はい。はい、どうぞ、お待たせしました。ありがとうございます。温泉。はい。
です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そうです。どうぞいらっしゃいませ。カレーうどんの肉ダブル。はい、いたしました。温泉どちらにいたしますか。温泉卵で。ありがとうございます。肉ダブルのカレーうどんで。はいどうぞ。はい、かしました。550円ですね。はい、お疲れ様です。あ、いいですね。よし。麺もオリジナルでやられてるんですか？そうです。これはイメージラーメンの平麺の半分ってほら肉と食べますよね。そばの正方形だと絡まないんですよ。だからいろいろ形やってみて。これどうでしょう。うちのうどんなんですけど、給食のソフト麺、それがうちのイメージ。うどん屋がびっくりしましたから、イメージ給食のソフト麺って言ったらはぁみたいな。でその型を持ってないじゃないですか。だから型買ってくれて、うちのうどんですけど、これミートソースかけてもうまいと思います。ああ、なるほど。もうは平日ですからね。困った。24時間。さんおそば。はい、どうぞ。ありがとうございます。700円です。どうもです。どうぞいらっしゃいませ。はい、どうぞうどんです。どうもです。はい、どうぞ冷やし肉うどんです。ありがとうございます。どうもです。はい。おそばで。はい。ネギなしですね。温泉卵で。ありがとうございます。どうぞ。はい、ちょうどお預かりします。力が入んなくなってきちゃった。手足僕難病で不自由なんです実は。震えちゃうんですよね。国の指定難病。日本名わけわかんない。慢性脱髄性多発神経炎。だから僕忙しいと手の力入んなくなっちゃうんですよ。だから18年前に難病って分かった時が最終的慶応病院に2ヶ月入院して、最悪に3年で寝たきりで店なんか一生建てないって言われたんですけど奇跡だって。どうぞいらっしゃいませ。何肉そばわかめ温泉卵で。どうぞいらっしゃいませ。600円ですね。ありがとうございます。はいどうぞ。ありがとうございます。はいどうぞ。ありがとうございます。肉丼ダブルで。お玉で。ダブルですね。
700円です。ありがとうございます。はい、1200円ありがとうございます。どうもです。注文されたのはダブル肉うどんです。はい。いやー美味しかったです。スープあっさりなんですけど、肉多めでバランスが良かったです。あ、なるほど。はい。雰囲気もいい感じです。レトロな感じ。ありがとうございました。美味しかったです。ダブルでよろしいですね。どうもありがとうございます。そうです。ありがとうございます。そうです。料理はやってましたけど、立ち食いそばとか全くリサーチしてなくて、通ってたお蕎麦屋さんがあるんですよ。このつゆがいいよなって言って、2人でそこから朝昼晩2週間ずっと通って、帰ったら2人で作って違う教えてくれるわけないじゃん。で自分たちでこれだなってこう、ただほら作り方ってほらアルバイトでも何でも教えちゃうと全部バレちゃうんで、今は大手メーカーと研究してもらって、ほらプライベートブランドで何点のバーコード降りたらついてる卵は温泉でどうぞいらっしゃいませ。肉そばお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。はい、一緒で。どうもありがとうございます。生卵でいらっしゃいませ。どうぞ。はい、どうぞありがとうございます。600円ですね。どうもです。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。ミニ肉の2つで1つネギネギで、はい、1つがネギなしで、2つとも温玉でお願いします。はい、かしこまりました。卵は温泉で手が使えない。よし、どうぞありがとうございます。はい、すいません。1000円から。そばの生卵で。はい、どうぞありがとうございます。550円ですね。どうもです。はい、肉そばでありがとうございます。卵は生、温泉どちらに？生で。はい、どうぞありがとうございます。はい、すみません、どうもです。ありがとうございます。どうもです。はい、どうぞありがとうございます。はい、すみません、どうもです。ありがとうございます。どうもです。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞ。パンチ80キロから100キロです。肉だけで。あ、お味噌ばとかはもう300キロとか。なるほど。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。お疲れです。お疲れで。はい。はい、どうぞ。はい、500円。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。持ち帰りで肉うどん。お帰り肉うどんで買しました。お蕎麦が2個で。はい、あと肉カレーうどんが1つ。はい。蕎麦が2つ。はい。で1つ卵なし。で肉うどんが1つ。肉うどんが1つ。以上です。計6個で。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お持ち帰りも日によるんですけど、50から100ぐらい。昼がほら、女性の銀行員さんとかみんな持って帰ってとか。
はい、すみません。ありがとうございます。暑いですから気をつけてくださいね。すみません、お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。どうもです。はい、いらっしゃいました。いらっしゃいませ。どうぞ。肉そばお願いします。はい、肉そばでありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもです。はい、すみません。ちょうどお預かりします。どうぞいらっしゃいませ。はいどうぞ1050円ありがとうございます。ありがとうございます。はいどうぞ失礼します。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞ。肉そば温玉です。どうぞ。はいどうぞお待たせしました。ありがとうございます。600円です。はい、どうもです。どうぞおはようございます。いらっしゃいませ。はいどうぞありがとうございます。350円ですね。はい。わさびと生姜はどちらに出しますか。どうもありがとうございます。はいどうぞありがとうございます。500円のお返しどうぞ。ありがとうございます。今日食べられたもの、今日は肉そば、八百屋なんですよ。ネギとキャベツを納品してる。ついでにというか、そうそうそう。おすすめとかございます。全部美味しいですよ。ごちそうさまです。どうもありがとうございます。そうです。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。そうです。少々お待ちくださいね。すみません。一日のなんか最高客数とかって1600ぐらい。大晦日、大晦日。夜はずっと30人から50人の行列。普通の日はまあワンオペベースで忙しいところとか。あと休憩させるのに入ってあげたり。8時間で3人で割って営業時間って言っても結局この4時間って掃除と仕込みをしてるんで結局24時間。あとは一回夕方にまた私が30分ぐらい休憩させるのに入ってあげて。ただほら業者さんの対応とか結局ここじゃない仕事のがね、経営者に労働基準はないんで。卵で、はい。わかめそば、卵は生、温泉どちらに？温泉でお願いしていいですか？女性のお客様、レンゲお使いになりますか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。はいどうぞお待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、1000円から生姜温玉で、はい、肉そば温泉卵で、ありがとうございます。
肉丼ありがとうございます。少々お待ちくださいね。はい、どうぞ。ありがとうございます。そうです。今の肉そばの形になったのが最初からです。僕らが食べに行ってたお蕎麦屋さんも肉そば食べに行ってたんで、ただ全然普通のですよ。5切れぐらいしかないんですよ。これ肉入ってたらもっといっぱい入ってたら最高なのになって食ってたんです。だから店でどうせやるならそれをやろう。そしたら原価が合わなかったんです。どうぞいらっしゃいませ。はい。ちょっとお待ちくださいね。はい、どうぞ。どうぞ。ダブルです。おはようございます。肉丼ダブル、卵は生。いらっしゃいませ。おはようございます。どうぞ、いらっしゃいませ。肉そば、温泉卵。いなりは1個で。はい。420円お返しです。ありがとうございます。はい、どうぞ。今度わかめうどんで2個でよろしいですね。揚げ玉お付けしますか。はい。どうぞ。これやる力がないんで切ってるだけなんです。これは単なる病人の知恵です。それでも皆さんお店に立ち続けるのがすごいですね。立ちたくないですけどね。創業としては何年ぐらいに、28年目かな。家のローンと合わせたらここの借金と7000万ぐらいになったんですよ。要は原価がすごすぎて潰れそうになったので、夜通しバイトしてたんですよ、稼ぎから。で寝ないでこっちそば屋やったり、3人休ませるのに1人で24時間やったり、そんなことばっかやってたんで、それ何年も続けたら多分体っておかしくなるじゃないですか。今はもうスタッフ6人ぐらいいるんで、全然僕が病気になってからそういうのダメだなっていうんで、料金も改正してある程度立て直して借金返して、今は大丈夫ですけど、だから逆にスタッフは、完全2日制プラス月に1回か2回は3連休付き、昭和の根性論はなしと、体を壊すんだと。今年還暦なんですか。今年60です。28年もやってると、その時赤ちゃんだった子が結婚して、子供とか連れてきてくれると地元の、立ってみるとあっという間です。はい、どうぞお待たせしました。600円です。お疲れ様です。おはようございます。うどんです。ありがとうございます。そうです。